こんにちは。そろばん情報局の夏美です。今日のお題はこちら。スピードについて。スピードに関する悩みや課題は、そろばんの練習をしていて、つきものですよね。今回は私が実践をしているスピードを上げるコツ3個を完全に公開します。すべて大事な内容ですが、2個目、3個目の内容は自分のものにすることができれば、かなり大幅にスピードを上げることができるので、忘れずにチェックをしてみてください。そろばん情報局では、そろばんのコツや計算方法を分かりやすく解説をしているので、ぜひチャンネル登録をして、最新情報をチェックしてください。では、1つ目のコツからやっていきます。心の声に出すこと。初心者は問題に加えて繰り上がり、繰り下がりのルールを心の中の声で唱えましょう。中級者、上級者の方は問題と九九とかを唱えながら計算をしてみてください。基本的にはそろばんの玉を動かすタイミングの時に声に出すというイメージです。一番大切なのは心の声と指の動きを完全に一致させることが大切です。声が止まったり詰まったりとかすると、もちろん指も動かなくなるので、その分スピードは遅れてしまいます。なので、そろばんをするときは、声を止めないこと、そこを意識してみてください。声が止まる原因としては、まず1つ目、繰り上がりと繰り下がりのルールを覚えていない。で、次2つ目、計算の順番とかルールを覚えていない。で、次3つ目、問題を見るのに時間をかけすぎている。で、最後4つ目、九九や逆九九を覚えていない。自分がどの原因に当てはまるかをしっかり明確化することで、今後の練習方法であったりとか、課題がはっきりわかるので、練習を工夫することができます。次に2つ目のコツについて、問題の取捨選択と傾向の把握。大切なのは自分の得意、不得意を明確化することです。そして自分の実力を把握して、最も効率のいい解き方で時間の中で解いていく。これが理想の形です。私の実際の答案用紙で解説をしていきます。段位の問題の傾向は前半と後半で30問ずつで分かれています。前半は小数点が15問。整数の問題が15問。後半も同じく15問ずつで分かれています。次に得意、不得意から優先順位を考えていきます。基準は手が止まることなく素早く解けて正解率が高い問題から解いていくことです。私の場合は整数、小数点の後半の問題、小数点の前半の問題、この優先順位となります。次に実力の把握をしていきましょう。この時、時間の中で全問解ける場合は気にせずに1番から解いていってください。私の場合は時間の中で60問中40問から50問しか解けません。私の場合は後半から順番通りに解いていって前半に移って前半の整数の問題のみを解いていく。ここまでで45問解くことができます。これでだいたい私の平均である40問から50問に届きます。で、もし時間が余った場合は、プラスで小数点の飛ばしている問題ですね。前半の小数点の問題を解いていく。この方法が私のやり方の場合は、一番移動が少なくって効率的に解ける解き方となります。ただ、不得意な問題、苦手な問題を飛ばしてばかりだとなかなか上達しないので、必ず時間を計った後に飛ばした問題を解き直しするようにしてください。最後に3つ目のコツ、無駄の省略。計算中に発生する無駄はどんどん省略していきましょう。具体的には動き、声、目線、計算過程から無駄を見つけていきましょう。ではまず動きから確認していきます。皆さんはこのような行動をしていませんか？誤破算を何度もしている。答えをゆっくり大きく書いている。鉛筆の持ち直しやエアそろばんをしている。計算のたびに指がお出かけをしている。
そろばんが指から離れている。右手で問題が隠れている。このような行動は次の問題に進むときや次の計算過程に進むタイミングで初動が遅れてしまいます。自分ではこのような内容気づくことはなかなかできないので、動画で撮影をしてみたりとか、先生やお家の方に確認をしてもらってください。次に声の省略。心の中で唱える内容を省略していきましょう。第一段階としては、計算のルールや過程をすべて声に出すこと。次の段階としては、計算に関係のない文章の部分を省略すること。第3段階では、ルールを省略すること。そして最終段階ではルールを完全に省略すること。このように目視で確認ができる内容についてはどんどん省略をしていきましょう。次に目線について、ここからはめちゃくちゃ大事な内容になります。しっかり確認していってください。問題とそろばんの往復の回数を減らしていくことが大切です。具体例を挙げると、実際にこの赤ペンが私の目線の動きだと思ってください。まず、6番をしたいとき、6番ここですね。この時に、そろばんと問題が離れていると、一番最初の21、ここを見て、次にそろばんを見て、で、次65を見て、そろばんを見て、というように、この距離がかなり大きく開いてますよね。問題とそろばんが離れていると、その分、目の動きはもちろん大きくなりますし、問題をどこまでやったか探している一瞬の間が入ってしまいます。なので理想は、そろばんを見ているときに次の問題が視界に入ってくる状態。なので6番をやりたいときであれば、6番に近づけることで、そろばんを見ながらでも視界にちょっとだけこの21とか65とかが入ってくる状態ですね。このように横目でちらっと見たときに問題が視界に入ってくる状態が理想です。次に見取り算を解くときに、例えばこれ365ではなくって、まず3を見て3を置く。6を見て6を置く。5を見て5を置く。というように一つずつの数字で見ていくと、全部で6回目が動いていることになるんですね。これを一気に365と覚えることによって、365、365、このように2回で済むことになります。数字を一つずつではなくって、塊で見る癖をつけてください。次に掛け算、割り算の時、先ほどの見取り算と同じ考え方で問題を見る回数を減らしていきましょう。普通に計算をする場合、この問題では 6×4、24。次、6×1、06。このように全部で6回問題とそろばんを見ていることになります。これをどのように省略するかというと、まず一つ目のパターンとしては、6、4、24、6、1が6、ここまでを流れで覚えてしまう。6、4、24、6、1が6、6、4、24、6、1が6。このような形ですね。これで問題を見るのは1回とそろばんを見るのが1回で2回の目線の動きで終わりました。次のパターンは実際に私がやっている内容です。この場合であれば 6×4、6×1、ずっとこの6が続きますよね。なのでこの6を暗記してしまう。あとはもうこっちは見ない。6、4、24、6、1が06。このように6を見ることによって、1回、6、4、24、6、1が6というふうに、問題を見る回数とそろばんを見る回数が4回で済むようになりました。では最後に、有段位の私がどのように計算をしているかを紹介していきます。ここでは分かりやすいように問題を隠しながらやっていきます。なので、隠している間は私は問題を見ていないというように判断をしてください。では、早速、掛け算の11番をやっていきます。
この問題は日商の1級の問題です。では、早速やっていきます。はい、計算が終わりました。今、ほとんど左手が動いていなかったことがわかるかと思います。次に割り算も同じようにやっていきます。はい、計算が終わりました。割り算については、一度も指が動いてなかったのが分かりましたかね。問題を置くときに同時にこの86,549を丸暗記していました。なので、もうそこからは問題を見ることはありません。ずっとそろばんを見ている状態です。このように、有段位の高速計算の秘密は、問題をほとんど見ていないから。これが答えとなります。では、次に皆さんと同じように問題とそろばんを交互に見ていったら、有段位はどのくらいのスピードになるのかを見ていきましょう。では、掛け算、先ほどと同じ問題を皆さんと同じように一回一回見ながらやっていきます。で、計算が終わりました。かなり遅くなったのがわかるかと思います。同じように割り算もやっていきます。はい、このように、計算のスピード自体、指の動き自体はそこまで速くなかったと思います。何が違うのかというと、やはり問題を見ているか見ていないか。どうしても問題を見る瞬間って一瞬だけ手が止まってしまうんですね。目線がそろばんから外れるので、もちろん指勝手にそろばんをね、弾くことはできないので、どうしても一瞬だけ手が止まってしまいます。その一瞬を有段位は無駄だと判断をしてどれだけ省いていくか。それによって高速計算が可能になっています。最後に計算過程の省略。例えば、見取り算の場合は、一番最後のところですね。例えば、これだったら一番最後、この426の部分ですね。それまでの間が、もう適当に置いてしまいますけど、例えば、このような形になっていたとしましょう。で、次、一番最後ですね。5819-073-42、ここでもう止めてしまいましょう。最後6足したらここ、暗算で足したらここ15になること、わかりますよね。はい、このように暗算とそろばんを併用してやってみる。これだけでこの6を置く時間、この時間が省略することができます。次に掛け算、割り算でも同じように考えていきましょう。掛け算の場合は、今ですね、最後の 8×2、1、4、8、ここまで終わりました。最後 8×5、40を置くタイミングです。この時に40自体をもうね、暗算でやってしまっても大丈夫です。このように40の部分を暗算でやってみる。これだけでこの最後の40を置く時間が短縮できます。次に割り算。割り算も同じ考え方です。最後の一桁の計算をするタイミングの時に次1が立って、この後確証でもう0になることが確認できる場合は、この時点でもう答えを書きましょう。ここから先は引く必要がありません。ただ、これをやるためには暗算の力が必要になってくるので、まだ難しい場合はちょっとだけ計算進めていきましょう。陰8が08、陰6が06、陰5が05、因子が 04、
最後、インクが09引いたらもう0になるの。もう丸分かりですよね。もうここ09わざわざ引く必要はありません。ここで計算をやめて答えを書いてしまいましょう。この9を引く時間を短縮することができました。今回の動画ではスピードを上げるコツについて紹介をしていきました。U 段位はそろばん自体のスピードが速いのではなくって、無駄を極限まで省いた結果、速く見えるということが分かりました。皆さんも1問に3秒無駄にしていたとしましょう。単純に20秒解いた場合、1分間無駄にしていることになります。制限時間が10分間であれば、実際の計算時間が9分しかないということになります。そろばんのスピードを今すぐ上げるというのはなかなか難しいことなので、今回の内容を参考にして、どこを省略できるかというところを確認してみてください。そろばんはただスピードを上げるというのではなくて、戦略がとても大事です。今回の動画が役に立ったと思ったら高評価とコメントをお願いします。次回の動画ではそろばん自体のスピードを上げる練習方法について紹介をしていきます。チャンネル登録をして次の動画も忘れずにチェックをしてください。東谷酒山塾ではオンラインレッスンの生徒を募集しています。興味がある方は概要欄から確認をしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。